はい、おはようございます。野良です。今回は夢を追う若者が集いがちな街、高円寺にやってまいりました。こちらは JR 総武線高円寺駅の北口改札を出たところになります。というわけで今回は若者に人気の高い高円寺の住みやすさについてレポートしていきたいと思います。もしこの動画をご覧の方で高円寺に住んだ経験のある方は、ぜひ住み心地や感想などをコメントにしていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。高円寺の北口降りてぐるっと見渡してみてまず感じたのは、なんか吉祥寺を小さくした印象がありますよね。なんかミニ吉祥寺っていう感じ。僕が吉祥寺に住んでた経験があるので、なんかちょっと懐かしい感じがしてしまいました。というわけで、信号を渡ってまず目につくのは左前方にある商店街ですね。高円寺といえば商店街って言われてるんですけど、なんと大小を合わせると10個以上の商店街が高円寺にあるそうです。そしてまずこちらが高円寺純情商店街。なんか名前からして、ね、年季を感じますね。こちらは高円寺の中でもかなり有名な商店街で、個性豊かな飲食店や八百屋さん、スーパーなど約200店舗が集結しているスポットです。まずはこの高円寺純情商店街を散歩してみましょう。で、高円寺という街の特徴ですが、まず僕のイメージにあるのは何といっても音楽、酒、古着屋みたいなちょっと個性的な若者が集う街って感じですかね。事実高円寺にはライブハウスや古着屋さんとかが多くあって、人口を見ても20代から30代の若者率が高い。杉並区が20代30代の若者率が高いんですけど、高円寺はその杉並区の中でも特に若者の単身者が多い町だそうです。で、若者が多いんで安いご飯屋さんとか安いスーパーが多く揃っていて、都心に近い立地にしては物価が安いので一人暮らしでも住みやすいっていう特徴がありますね。で、家賃相場を見てみるとこんな感じ。一人暮らしであれば7、8万円くらい出せばいろいろと物件探せるので、お隣の人気町中野よりは数千円から1万円くらい安く住めるっていうイメージですかね。で、路線は JR 総武線中央線が通っていて、新宿まで10分という近さに加えて、池袋とか渋谷とか東京駅っていう主要な駅へもだいたい30分以内で行けます。アクセスに関しても文句なしと言えますね。で、総武線で吉祥寺とか中野といったサブカル人気の高い街にもすぐ出れるので、昔から高円寺はミュージシャンとかアニメ漫画家の人とかお笑い芸人とかが多く住んでる街って言われてます。で、僕の知人でもですね、俳優の卵とあと芸人の卵が長いこと高円寺に住んでましたね。この動画を撮影した日もパンクロックな服着たカップルとか、あとギターを持って歩いてる金髪の人とか見て、高円寺っぽいなと思いましたね。で、商店街を歩いていても、やっぱりちょっと雑多な下町っぽい印象を受けますね。吉祥寺とか中野もこうした商店街持ってますけど、中央線総武線沿いの街ってこういう作りなんですかね。特に高円寺はあちこち商店街が巡っているので、街の中心がないというか、商店街の集合体みたいな感じになっています。なのでどのエリアに住んでも商店街を通って帰る感じになるんで、帰り道で買い物をしたりとか外食して帰宅できるっていうのが、メリットですね。で、特にここの高円寺純情商店街は精肉店だったりとか青果店も揃っているし、サクッとお酒を飲める居酒屋が多く集まっているので食には事欠きません。ただその代わりファミレスとかカフェといったチェーン店は反対の南側の商店街に集まっていますね。カラオケとかゲーセンみたいな娯楽施設や、あとちょっと夜の風俗店みたいなお店も南口側に多いので、治安的なことを言えば南より北口の方が穏やかかもしれません。あとスーパーですが、北口にはオリンピックとマイバスケット、あと北口出てすぐ隣に東急ストアもあるので困ることはないですね。
そしてですね、ここで一つ大失態を犯してしまったんですけど、知る人ぞ知る小杉湯っていう有名な銭湯が北口から5分くらいのところにあるんですけど、完全に行き忘れました。仕方ないので、とりあえず Google マップの写真でも使わせていただきます。こちらの小杉湯は昭和8年創業というかなり歴史のある銭湯で、令和2年には有形文化財に選ばれている名店です。こちらたびたびメディアに取り上げられていて、有名人のファンも多いので、銭湯好きな人は知っている人が多いかと思います。逆にまだ知らなかった人はぜひ一度行ってみてください。はい、そしたら一度駅に戻りまして、今度はですね、中央線のガード下に広がっている高円寺ストリートという商店街を見に行ってみたいと思うのですが、ちょっと実際行ってみるとほとんどシャッター閉まっちゃってましたね。こちらは高円寺から阿佐ヶ谷の方面までの高架下に居酒屋が密集した飲み屋街で、普段はね、のんべえたちが賑わっている高円寺らしいスポットなんですけどね、コロナで休業しているお店が多かったですし、そもそも昼間に行ったんでまだ開店してないっていう感じでもこう見てるだけでもガード下に昔ながらの雰囲気を持つ飲食店が軒を連ねていて、ちょっとレトロっぽい空間が広がっているのはわかると思います。でこんな感じで高架下の外側にもずらっと飲み屋が並んでいますね。はい、そしたら今度は北口から南口の方へ移動したいと思います。南口にはカラオケとかゲーセン、ダーツ、ビリヤードみたいな商業施設もありますし、あとパル商店街っていう、先ほど見た純情商店街より今時の若者向けな商店街があります。パル商店街は南口とほぼ直結ですね。入り口に大きくパルと書かれているのが目印です。こちらはアーケード商店街なので、雨の日でも濡れずに買い物できるのがいいですね。このようにパル商店街には、今時のカフェだったりファミレスだったりといった、馴染みのあるチェーン店もあるので、下町の商店街感は薄いですね。あと古着屋もこの辺は多くなってきます。こうして歩いてみると、やっぱりこの商店街の感じもどことなくね、吉祥寺のサンロード商店街を思い出しますよね。ほんと吉祥寺の少し小さくした感じ、懐かしいですね。あと高円寺は阿波踊りが有名なんですけど、その阿波踊りもこのパル商店街が発祥の地らしいですね。でこのパル商店街を抜けると、今度はですね、また別のルック商店街という古着屋が多く集まった商店街があるんですけど、ちょっと今回はそちらパスして左に曲がってみたいと思います。業務用スーパーがありますね。これはかなり安くいろいろ揃えられるので、一人暮らしするなら嬉しいポイントですね。あとはラーメン屋さんも至るところにっていう感じですね。やっぱりこう街の飲食店を見てても、ファミリーっていうよりは20代30代の単身者をターゲットにしたお店が多いのを感じますね。でこちらは南口出てすぐのところに見つけた餃子の専門店ですね。テイクアウトもできるそうです。でその先にはクラブとかフィリピンパブエリアもありましたね。なんかこう南口はね、出てすぐのビルにもガールズバーがひしめき合っていたりとか、あとパル商店街の隣の路地にはちょっと夜の匂いがする一角があったりとか、なんかこう夜の匂いをかすかに感じますね。女性であれば少し帰り道とか治安の面で心配かもしれません。そして最後に訪れたのが南口から徒歩 1,2 分のところにある氷川神社です。こちらは日本唯一の気象神社として有名で、気象予報士を目指す人とかが気象の神様を拝みに来るそうですね。で神社のすぐ近くには公園もあったりして、この辺は少し落ち着いたスポットになってますね。はい、という感じで高円寺という街をざっくり見てきました。特徴が分かりやすい街ですね。多くの商店街に囲まれていて、ライブハウス、ロック、アート、
演劇、飲み屋、古着屋みたいな感じですね。やっぱりこう両サイドの中野吉祥寺と並んでサブカル色が強い街です。で20代30代の単身者が多いので物価も安くて、スーパーも飯屋も安くてうまい、新宿にも10分で出れる立地の良さ、そうですね、なんかこう高円寺に住みながら新宿でバイトして下積み生活をするような若者の様子が目に浮かびますよね。逆に言うと僕が感じた高円寺のデメリットを挙げてみると、まず大型の商業施設がないっていうのと、あと駅周辺の飲み屋街は酔っ払いとか、若者の集団とかも多くてガヤガヤしていること、あと個性的すぎるのがちょっと肌に合わないかなっていう人もいるだろうこと、あと幼稚園とか保育園は充実しているんですけど、街に全体的に緑が少なくて道も狭いので、ファミリーが住むと少し落ち着かない面もあるかなっていう印象を受けましたね。もし僕が住むとしたら、まず商業施設がないのがちょっと痛いですね。例えば吉祥寺のアトレだったりキラリナだったりみたいな駅ビルが一つでもあれば全然違ったなという印象です。であとサブカルとかバンドマンみたいなイメージにちょっと苦手な意識があるかもっていう人にも、ちょっと個性が強すぎるかもですね。あとそうですね、これは完全に私のイメージなんですけれども、なんとなく夢を追いつつもダラダラと人生を過ごしてしまう街っていうイメージがなんかちょっとあって、本当になんとなくなんですけど堕落してしまう気がしないでもない。これ根拠もクソもないただの僕のイメージなんですけどね、すいませんという感じですね。はい、もしこの動画をご覧になっている方で高円寺に住んだ経験が実際あるっていう人は、ぜひ高円寺についての住み心地や感想をコメント欄に書いていただけると幸いです。では今回はこの辺で、また次の街のレポートをしていきたいと思います。ではでは。